それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。どうぞよろしくお願いします。週末になりましたね。ちょっとね、僕普段帽子最近被ってるので、あれですけど、どうも、しめじさん、よろしくお願いします。アラートも鳴りましたね。今日またチャート分析もしたいと思うんですけども、はい。髪の毛を切ったんですね。女子じゃないんだけどって。で、初めて行ったんですよ。今写真でも出してるんですが、ヘアカット専門店っていうところに行きました。で、たまたまちょっと今日、時間がなくって、ショッピングモールに入ったんですね。で、ショッピングモールに入ったら、そこの2階に10分でカットしますよっていうところがあったので、で、1200円。これいくらぐらいかな ?1000 円とか書いてあるとこもありますね。1200円で10分でカットしてくれるんだと思って、普段行っているところが2000円前後ぐらいのとこなんですけども。お花さんどうもよろしくお願いします。はい。で、もうちょっとカットだけでいいやと思って、カット専門店に初めて行って。男ってあれですよね。カットだけで、ちゃっちゃっとやってくれると便利ですよね。で、自分も教育業界とか行ってもそうですし、やっぱ月に1回はカットしようかなって思っていて、でも、なんていうんですかね。時間が待ったりするじゃないですか。だから本当にヘアカット専門店って、時に便利だな。ただ、染めたりするので、やっぱりもう年なんですから、2ヶ月に1回、皆さんヘアカット、染めたりします？僕はね、3ヶ月に一遍、染めるんですよ。なんで、もしあれだったらカット1回やって1ヶ月に一遍。で、2ヶ月に1回ぐらい染め入れようかなっていう感じ。白髪染めですね。はい。ちょっと今ペタンってなってますけど、一応こんな感じで、まだ髪の毛が残ってはいるんですけど、なるべく短い方がね、楽なので、だけど白髪混じりだとまだ嫌だなと思って、こんな感じね、しています。はい。いいですね。なんかトレーダーっぽく帽子かぶってるんですけど、ゆくゆくはハゲてくると思ったので、いいかなという、そんな感じですね。はい。最近も白髪染めもね、結構、あれですね、大変ですね。すぐやっぱり白髪が後ろから生えてきたりとかするのでね。はい。でも YouTube やってる限りね、ちょっと見栄えもそうですけど、ちょっと普通にね、していかないといけないなと思います。はい。それで今日はですね、最初に今新しいことをやっているので、2つほどちょっと紹介しますね。ちょっと久々動画をお見せしたいと思います。これ見えますかね？これ見えますか？ちょっと流しますよ。これで見えるのかな？僕が卓球をやっている様子です。このサーブのやり方をちょっと見てくださいね。実は新しい挑戦をしていて、卓球の練習のサーブなんですけど、サーブの内容がこれ、ちょっと難しいんですが、アップダウンサーブって言って、あと、ヤングゼネレーションサーブとも言います。YG サーブと言います。ヤングゼネレーションって言い方、あれですよね、エグザイルじゃないですけど、若い世代のサーブって言いまして、ここ10年ぐらいで卓球界もちょっと変わってきて、こういった、YG サーブって言って、ちょっとやり方が変なんですけども、引くんですよね。引いて、横に切るっていう形で、スクリューみたいな回転をして、下に切れたり、上に切れたりするということで、今、コツコツと研究をしています。
スポーツでもそうなんですけど、こう、新しいことを学んで、僕もその卓球を始めたきっかけっていうのは、現代卓球がすごく早くて、で、しかも、新しい技術がいろいろ出てるんですね。で、そういう中で新しいことをやりたいなって思って、昔のその、温泉卓球のように、片面でラバー、ゴムを貼って、やるやり方でもないんですね。これペンホルダーって言うんですけど、ね、ペンホルダーでもバッグをちょっと裏面を使ってね、やる技術もあるんですけども、まあ、こういう風にして時々ビデオを撮って自分でチェックして、ラケットの角度や体の入れ方とか、そういうのを見て、まあ、ブツブツやっています。はい。これまあ、新しいことっていうかまあ、いつも新しいことをスポーツでも、まあ、勉強でも、まあ、投資もそうですね。学ぶっていうことをチャレンジしているっていう、まあ、一つちょっと久々で紹介しますね。なんか、とか一人でこう、やってますよね。はい。そういう話でした。まずこれが一つ目です。それからですね、二つ目ですね。実はですね、中学受験の生徒さんのお話なんですけども、このテキストがですね、ちょっと見えますかね。小学校5年生算数、最高レベル特訓問題集って言って、関西で有名なところ、浜学園という学習塾のテキストであります。東京とかだと、日農研という学習塾も有名であるんですけど、関西だと、こういう浜学園っていうところが、まあ、中学受験で有名なところ。ここの最高レベルの、問題集になります。で、ちょっと中身、ちょっとだけ紹介しますね。昨日届いたのかな？はい。見えるかな？これちょっと見にくいですね。左側がこれ十進法って言って整数の問題ですね。小学校5年生ですよ、これ。で、右側が回答があって、で、回答があっても、ちょっとやり方がわからないなと思って、僕がちょっと、今、数字で書き込んでるんですね。はい。ちょっとだけ読みますね。一問だけ、いきますね。この1番の括弧1。ある計算の答えは、小数第1位の数となりました。誤って、その答えの小数を付け忘れたために、正しい答えとの差が 86.4 になりました。正しい答えを求めなさい。って問題なんですよ。最初聞いたときに、何？間違えた答えとの、正しい答えとの差が 86.4？ じゃあ、正しい答えも、何から何かを引いて 86.4 になったってことですよね。これがですね、右側に解説があったんですけど、最初見たときに、解説で何が書いてあるかわからなかったんですね。ちょっと解説読みますね。小数第1位までを丸1とすると、小数の付け忘れてできた数は10。10の10倍とするわけですね。で、その差は 86.4 なので、元の数が10とすると、10-1 で9。この9のものが 86.4 なんだよっていう意味らしいんですよ。これ見て最初なんだこれと思ってわかんなかったんですよ。何を言ってるんだと思って。で、自分なりに方程式を立てたんですよ。元の数を X として、で、誤って小数点を第1位の数までっていうことは、元の数を X としたら、引いた数は
0.1x だなと思ったんですね。だから、元の数を x としたら、1個ずらしてるから、x-0.1x は 86.4 っていう方程式を立てて、まあほんで、引き算だから 0.9x は 86.4 と。で、言ったら、x は96っていうのが出たので、あ、これだったら理屈は通るなと。答えは9.6 なんですけども、まあ、ということはこれ小学校5年生がやる問題じゃないですよね。で、僕も X で方程式立てて説明しているんですけど、でも方程式でも正解じゃないです。方程式は96ですから。ということで、これ、要は、関西で言うと、どこら辺の子たちがやるかっていうと、また知らないかもしれないですけど、四天王寺中学っていうところとか、高槻中学っていうところとか、まあ、このレベル。多分ね、なんか関西のね、最高偏差値の中学は多分灘中学っていうところとか、まあもうちょっと下で言うと東大寺学園っていうところがあるんですね。奈良に。そこの下になんのかなって言ってももう中学偏差値でね、67? とかまあ多分、普通にやっていけば、東大、京大に行くんでしょうね。だってこれ公式がないんですもん。公式ないんですもん。はい。ということで、新たなチャレンジっていうことで、まあ、もしかすると僕がこの生徒さんの、家庭教師できないかもしれない。僕の力不足でね。で、僕はこう、今、ひたひたとこういったものをチャレンジして勉強もしています。暇見つけてちょっとずつこうテキストやって、まあ自分の言葉にしたり、自分の数式に変えて勉強をしています。チャレンジで、僕にとってもチャレンジなんですね。だからまあ、チャレンジだから、新しいことなので、今までは中学受験もやってたんですけど、ここまで難しい問題を、解いたり教えたりすることはなかったんで、自分の中の新しいチャレンジ、この年になって。でももうチャレンジだから、失うものはないみたいな感じで、まあ勉強、自分のためにも絶対なると思ったので、これからのキャリアもそうですし、なんで、まあ来週一応面談があるんですけども、なんとかね、勉強して頑張っていきたいななんて思っております。はい。新しいことチャレンジ、卓球とこの勉強2つでしたね。はい。すいません。それではですね、このお受験の話は置いておいて、今日なんですけども、特集が、これです。投資の教科書というのを探してまいりました。はい。いろいろ、まだ、株トレとか、投資のね、勉強、お金の勉強とか、これ、いろいろしてきたと思うんですけど、今回、この投資の教科書を紹介させていただくにあたって、いろいろ良かった点があったので、今後、これをどういうふうに取り入れていくかっていうことと、この投資の教科書っていうのの、まあ、特徴であったりっていうのをお話ししようかなと思います。まあ、正直言って、高校の、教科書、家庭科である投資の教科書。これが進化してくると、後々、こういった形の教科書になるんじゃないかなっていうぐらいの完成度の高い、教科書でした。いろいろ僕も探してきたんですけど、これは面白いな、なんていうことが言えます。また、これは今日特集で紹介したいと思います。はい。それではですね、1週間のパフォーマンスやる前、最初今日ちょっといろいろ、今日はね、お金大全と株価チャートの方はちょっとお休みさせていただいて、早速株トレの方をね、クイズの方やっていきたいと思いますんで、ご参加の方お願いいたします。いきますね。どこだっけ？こっちか。はい。出ました。今日30番ですね。
もう眠ないですか？大丈夫ですか？僕実は結構今日眠たいですね。はい。昼寝とかしようと思ったんですけど、なかなか今日スケジュールが取れなくて、家庭教師といろいろ勉強も前半でやって、後半にいろいろこう、休めるかなと思ったらいろいろあって休めなくって、はい。ちょっとぶっ通しみたいな感じですけども。まあ、明日少し休めるので、なんとか今日頑張ろうかなと思います。30番、空売り挑戦ということなんですけども、S 社と T 社の空売りするならどっちっていうことで、チャートを見てくださいね。シメディ、T 社に1票。早っ。ちょっとじゃあ読みますね。空売りとはっていうところポイントがあります。今日ね、実はクイズより解説が結構この空売りについて長いので、ちょっとまあ、株価チャートと一緒に勉強していきたいと思いますね。空売りとは、信用取引の一種で、保有しない株を売ることを空売りと言います。まあこれよくトレードされてる方は知ってますよね。現物取引じゃなくて、まあ、信用取引、レバレッジがかかった形のものね。先金決済取引と言いますね。はい。空売りした後、株価が下がったところで買い戻すと利益が出ますと。例えば1000円で空売りした株を800円まで値下がりしたところで買い戻すと、200円の利益が出ます。はい。ただし空売りした後、株価が値上がりして買い戻すと損失が発生します。まあ、普段と逆ですよね。やってることと。例えば1000円で空売りをした株が1200円まで値上がりすると200円の損失が出ます。空売りに使う株は証券会社などから借ります。借りてきた株を売ってるわけですから、必ずどこかで買い戻す必要があります。買い戻したら貸してくれた証券会社に株を返却しますということになります。まあ、よく知ってると思いますけどね。さて、S 社と T 社で空売りするならどっちということで直近の、まあ、動きとか含めてね、見てもらいたいと思います。どうでしょうか？お花さんとかもうちょっと今いらっしゃらないかな？どうかな？うん。寝ちゃってるかもしれないしね。ちょっとわかんないですね。ちなみに、S 社の場合は直近が、大陽線が、ボーンと上に出てますね。はい。売買高もまあ高いです。で T 社の場合は、もう、そうですね。売買高もまあまあ少なくって、このね、まあ、移動平均線の下に来ていますね。T 社は。ということですね。ちょっと、まあ、お花さん、ちょっと今もしかしたらいらっしゃらないか、寝ちゃってるかわかんないので、清水さんも答えいきますね。じゃあ。はい。こちらですね、答えは。はい。即答でおめでとうございます。空売りするなら T 社ですね。はい。実は、お花、T、ならもっと早くしたかった。なるほど、なるほど。まあね。あ、お花さん、はい、書いてありますよ。ここに。ちょっと、これ解説見ましょうね。実は、S 社と T 社は、同じ会社の異なる間です。以下が実際の週足チャートです。週足チャート見えますかね？ちょっと下の方を読みます。これ、週足チャートなので、1年7ヶ月っていうスパンでのチャートになります。S 社と T 社のね、この時期の。ちょっと下読みますね。多くの投資家は、逆張り派が多いですと。株価が上昇している株を売り、下落している株を買いたがります。うん、安く買いたいですもんね。証券会社のウェブサイトでは、信用残高をチェックすることができます。S 社のような株で、
空売りが、これね。空売り残高が増加するんですって。はい。で、T 社のような株で、信用買いの残高が増加する傾向にあります。ですって。はい。信用取引でトレンドに逆らうのは危険です。はい。勢いよく上昇している S 社を空売りするとそのまま上に持ってかれ、上値の損失確定の買い戻しを迫られることが多いです。T 社のように下げたところが加速した方が、空売りした方が勝ちやすいということです。孫子の兵法に、なんだこれ、味方の兵力が敵の10倍なら包囲し、5倍なら攻撃、2倍なら敵を分断して戦い、互角なら戦うが、少なければ退却し、逃げるとあります。なるほどね。株のトレーディングの極意につながる言葉です。つまり、勢いよく立ち向かってくる株を空売りするのは禁物。どんどん逃げていく株価に追い打ちをかける、空売りするのが得策ということになります。ということですね。はい。そうですね。T 社はこの間もっと下がっていきましたもんね。はい。ですね。ちょっとここで、僕の、今、空売りをずっとし続けているチャートだけご覧いただいていいですかね。たまたま今トレードして持ってずっと空売り続けている銘柄があるので、ちょっとそれを紹介します。実際のチャートで。長いですよ、僕そのチャート、空売りしてるの。こっちで見せれるかな。入ればでいいのかな。これですね。はい。はい。こちらがですね、自分が今トレードしている、新興国の、ブル3倍シェアーズ、アイシェアーズ、ブル3倍の、チャートになります。で、空売りをしたのがどこかというと、75というところで空売りをしています。点線が載ってました。ごめんなさい。もっとだ。ここですね。ここです。ここから空売りをしていて、もう新興国は当面中国や台湾や韓国は下がり続けるだろうということで、もう1年ぐらい実は空売りし続けてます。はい。だから、もう、含み益が、どれぐらいだろう ?82 で、今31ですもんね。はい。なので、多分、3倍ぐらいになってるかなこれ。はい。もう、これも売るんだったら、40、ここか。上昇トレンド、なる41とか、このあたりだったら、売りたいと思いますけど、まだまだ下落トレンドだなと思ってるので、なかなか中国とかって、ですよね。上昇トレンドになってこないですよね。香港も。だからこの、ポートフォリオが、中国、香港、韓国、インドも入ってるのかな。インドはまだ小さいんですよ。中国と韓国と台湾が大きく占めてるので、しかも、3倍ブルですので、低減って言ってどんどん下がっていくリスク。時間とともに普通だと3倍レバレッジっていうのは下がっていきやすいので、はい。これをずっと空売りし続けてます。もう一個あるんですけど、こんな感じです。はい。だから、下がるものを見つけるのも手ですよね。はい。
それでは、解説の続きいきますね。はい。これだけは覚えておこうというところですね。ちょっと信用取引のことについての説明があります。多分、信用取引ってみんなあんまりやらないと思うし、この夏ですかSBI 証券が、米国株の信用取引をスタートしたんですけど、何せみんな米国株が下がりまくってるので、信用取引がオープンしたからといって、もうルールもそうですけど、現物ですらなかなか今買えないっていうか状態じゃないですか。だから、信用取引がスタートしてもなかなかこのルールを知ろうっていう方がいないかなっていうことで、まあ、一回ちょっと説明をしたいと思います。これだけは覚えておこうということですね。信用倍率が1倍を切っている銘柄は空売りが多いよということですね。はい。株価が上昇が継続。空売りをしている投機筋が耐えられなくて買い戻しする可能性。踏み上げを狙って買いを入れるのが有効なこともということで。まあ、初心者にわかるように順を追って説明しますと。信用取引で行われた信用買い残高と信用売り残高があります。例えば2021年9月24日のソフトバンクの信用残はこういう形になっています。信用買いの方が、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。こんなにあるんですね。だからこれ数字見ていただくとわかるように、信用買いの残高の方が、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、2000万株。約ね。それから、信用売り残高、売りの方の株が、1800万株ありますと。信用倍率が 11.1 倍という風になっております。はい。それから過去に、短期的な値上がりで儲けようとするポジションですと。信用買いをしている投資家は、短期的に株価が上昇した時に売って決算することを狙ってます。短期売買ですのでね。でも、制度の信用取引の場合、6ヶ月以内で決算しなければならないということもありますと。はい。つまり、信用買い、将来の売り需要。次いきますね。ちょっと長くてごめんなさいね。皆さんこのチャート見てもいいと思いますね。チャートちょっとお見せしますね。ちょっと説明します。信用買い残高って言いますね。3番。短期的な値下がりで儲けようとしているポジションですと。はい。信用売りをしている投資家は短期的に株価が下落したのを買い戻して利益を得ることを狙っています。つまり、信用売り残高の将来の買いの需要です。ちょっとこれ難しいですね。信用倍率のこのグラフっていうのは。はい。こんなグラフなかなか見ないですよね。ちょっと下のところの5番、これをちょっと読みますね。信用倍率が高すぎる場合、投機筋の買いが積み上がる。信用倍率10倍以上は、信用倍率の残高がかなり積み上がった状態です。ね。こういう倍率が高い場合ね、積み上がってます。さっきのソフトバンクの約11倍は、投機的な買いが積み上がり、潜在的な売り需要が多い状態です。あ、そうそう。これ身近じゃないかもしれないんですけど、特に仮想通貨なんかは、この信用倍率でトレードしてる人、FX 系として多いので、すごく、値動きが荒くなるんですよね。売買高も少ないんですけど、このレバレッジがかかってるので、すごくこう積み上がったりするので、もう、一気にロスカットが入ると、もう一気にこう、買い戻しが入っちゃったりとかするっていうことで、動きが激しくなりますね。だから、皆さんもその信用倍率がある信用取引とか、レバレッジがかかるものっていうのは注意しましょうねっていうのは、そういうこう、どんどんお金が積み上がっていって、ある種、ロスカットとかが入ってしまうと、一気にそれが売りが売りを呼んでしまったりとか、買いが買いを呼んでしまったりするので、値動きがこんだけ荒いチャートになるわけです。はい。
最後ですね。信用倍率が1倍を割れば、取り組み妙味と書いてあります。まあ、難しいですけど、信用倍率が1倍を割ると、信用買いよりも信用売りの方が多い状態です。つまり、投機筋が空売りを積み上げた状態です。はい。その状態で株価が継続的に、上昇している場合は、踏み上げ、空売り、買い戻しからさらに株価が上がることが起こる可能性があることから、これちょっと僕言い方さっきロスカットって言っちゃったんですけどね。はい。空売りの買い戻しっていう言い方しますね。取り組み妙味がある。買ってみて面白いと言われます。ちょっと難しいと思いますけど、この信用倍率の 1% 割れっていうのは、売買がいろいろされてしまって、積み上がってないとき。要は、積み上がってるときに、倍率が積み上がってるときに、チャレンジするより、売り買いされてしまった後に入った方がいいよっていうことを言ってます。難しいですね、ここの信用倍率っていうのは。なかなかみんな見ないと思いますけどね。はい。ちょっとグラフ出しますね。上のグラフはソフトバンクグループ2020年の株価と信用倍率の株価がこっちですね。下がこれ信用倍率ですね。の推移です。4月から7月まで信用倍率が1倍にここね割ってますと。信用売り残高が積み上がった状態です。その間、株価が大きく上昇しています。ここで、踏み上げが起こっています。わかりますかね？要は、こんだけガーッと上がってきてるから、もう売り勢力がですね、全部買い戻されてしまって、信用倍率が積み上がらな、要は、売買が成立しちゃってて、積み上がらなくなったんですね、お金が。だから、片方ずつ上がっていくと、信用取引っていうのはそのトレンドに乗っていくので、買いをみんなしていくわけですよ。はい。だからこういう時に買いを買うのはいいよっていうことを言ってます。難しいと思う。一方的に上がっていくトレンドがある時に、この信用倍率が 1% 割れてる時は、買いをしてもいいんではないかと。逆に、ジグザグしている状態で、信用倍率がすごく売買されてなくて余っちゃってる状態っていうのは、危ないっていうか、ある種突然、下落とかね、短期で下落があった場合とか、上った場合に、もうどっちかに行って、生産されてしまう場合があるよっていうことを言ってると思います。はい。1% 割れっていうことですね。はい。ちょっと難しかったかもしれないですけど、こちらの株トレの方ですけども、次から第4章ということで、チャートの節ということで、来週からね、お伝えしたいなと思っております。また少しずつね、問題も難しくなってきてるので、でも一緒にね、学んでいけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、パフォーマンスの方行きたいと思います。今日は木曜日コカ・コーラまでお花さんやりましたよね。なので、米国株の方のチャート分析も、P&G からだったかな？個別株の方も、見ていきたいなと思います。まず最初にですね、1週間のパフォーマンスをちょっと見ていこうかなと思います。で、今日はこちらの方で1週間のパフォーマンスを見ていきますね。はい。ナスダックの冷やしからこれで見ていきたいと思います。1週間でどんな動きをしていたか。あと、SP500、違うわ。こっちじゃなくていいわ。ごめんなさい。こっちで見ていきましょう。はい。こっちでいきます。ナスダックの、先物の冷やしですね。だから、1週間なので、この1週間、ここの5本の、ローソク足を見ていきたいと思います。ここですね。
ナスダックは今週冷やし、1週間ずーっと下げてて、木曜日ちょっと上がって、金曜日はまた落ちたという1週間でした。で、全体的に冷やしで見ると、ジグザグしていて、ここですね、レジサポラインがちょうど見えると思いますけども、ちょうど11,500というライン。ここですね。このラインのところで今止まっている状態。まあ上がってもいないし、先週上がった分を落としたって感じですね。はい。だからこれ、ちょっと見方ですると、しめじさんも大陽線が、黒いやつがボーンと出て、1週間でじり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 下げているので、これ見方によっては、陽線があるので、これ、影響的には次に例えば大陽線が1個ボーンと出れば、上昇していくものも考えられます。ただ、レンジから下に行くと、じり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 また下がっていく可能性もあります。だからここで止まっていくと、ボーンと1個また陽線が出るとね、ちょっとナスダックは明るいんじゃないかなと思います。ナスダックは最近思うのは、ボーンと上がってじり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 、ボーンって上がってじり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 って下がってますね。こんなチャートですね。はい。じゃあ次、S&P500 いきます。S&P500 の今週は同じ、先週末雇用統計じゃなくてあれありましたもんね。先週末、あれでしたよね。インフレ高止まるんじゃないかっていうことから、金曜日かなんかドーンと上げましたよね。これ、そうですよね。から、じり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 落としてきて、4000のあたり、この4000のラインを、うろうろしています。はい、ずーっと、この4000とかも僕ずっとポイントにしてますけど、SP500 は。今3928というところ。ここで止まってくれればね、また何かのところで、あればいいです。ただ、4100ところに大きい、あれですね、平行線がありますね、ここに。そうですね、4100ぶち抜くかわからないですけど。はい。ということで、今、揉み合ってる状態であります。次、ダウジョーンズですね。ダウジョーンズは、他のナスダックと SP500 と違うように、まあ確かに金曜日は陽線がボーンとか出たんですけど、そんなにめちゃくちゃ下げてるわけじゃなくて、水曜日、木曜日も、プラスでした。はい。で、金曜日落としましたっていうことで、揉み合ってる状態ではあるんですけど、2つの指数よりは、まだやっぱいい状態が続いています。やっぱり個別株とかを見ていると、ダウジョーンズで入っている銘柄、コカ・コーラであったり、マクドナルドであったり、まあそういった古参というか伝統的な、まあ安定した企業が収益を伸ばしているとこもあるので、銘柄的にはまだ他より安定してるかなと思いますね。はい。次、日経いきます。日経ですけども、今週は、金曜日で逆に落として、ただ、思ったより、もうワールドカップの関係あんのかな？アメリカとはちょっと違う動きですね。月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、ともに、陽線でしたけど、木曜日で一回ズドーンと落として平均線まで落としたけど、金曜日で戻したって感じです。はい。はい。まあ相変わらず揉み合ってる状態ではあるっていうのは間違いないです。28,400 から27,000。このあたりでずっと揉み合ってますね。はい。この1ヶ月ぐらい。次。まあお楽しみのインドですね。ですが、インドは今週は残念なことに、最高値トライしたんですけど、ちょっとここでもう一回疲れちゃったのか、今週は下落を試しているような状態になってます。もうここ見えますかね。12月1日の木曜日が天井を打ったような、十字の日足が出てます。はい。で、下落。十字。で下落。ということで、ちょっと
一回お休みかなというような一週間でした。来週もちょっとこのチャートで見る限りだと、なんか好材料にあればね、インドもう一回持ち上がってきますけど、何にもなければちょっと下落トレンド、今平均線で支えられているので、いや、どうかなって感じですね。あ、落ちるかもってみんな思うかもしれない。というインドでした。中国、いきます。中国ですけども、中国は逆でした。月曜日は、陰線でしたけど、火、木、金と登っていきました。ただ、登っていったって言ってもまだ、全然、戻り高値には届いていませんので、まだ上昇トレンドっていうのは早すぎます。一応僕レジサポラインはここ 12,800 入れてますけど、本来だと 13,400 までたどり着ければ、本当の意味で上昇トレンドが来るということで、早い人は買ってる人いるかもしれないですけどね、上海。はい。ということです。で、香港がですね、同じように、ここ見ると、上昇してるんですよ。この今週1週間もずっと、一回水曜日かなんか陰線出しますけど、香港は上昇基調に来ています。もう少しです。もう少し上昇していったら、完全に、このね、14,000の時すごかったですね。これ何だったんでしょうね。香港終わったかと思いましたよ。本当に。はい。なので、20,000に今トライしようとしてます。なので僕は21,000のところが一応サポートライン入ってますけども、ここまで届けばいいんですけどね。もう、すぐですね。はい。イギリスは今週は、やっぱりね、このサポート行きませんでしたね。落ちてきました。ちょっとね、前これ言ったんですけど、何言ったかっていうと、この11月からイギリスは売買高が伴ってないんですよ。そのくせ、じりじり上げていったので、これは一回この7,600付近で売られるだろうなっていう、この人気がなかったので、でも上がってたので、やっぱりその通り落ちてきました。はい。これ、もし売りをやってる人はもう結構高みの見物じゃないけど、ここからまだちょっとシグナル的には落ちていく。そうですね。この7,100のとこまで見てもいいかなと思いますね。ちょっと落ち気味ですね。はい。ドイツ。あと2つぐらいいきますね。ドイツ、ダックス。ダックスもですね、同じようにこのサポートライン 14,500。ここからですね、落ちてきました。みんなここ意識してたのかな？はい。ということで、売買高はそんなないことはないんですけど、売り税が出てきちゃいましたね。はい。今週もちょっと売られている状態であります。そうですね。13,800 ぐらいまでは売られてくるかなっていう気はしますけどね。今 14,300 になります。ラストが、国のラストがですね、ユーロストックですね。これも同じですね。これ本当、このみんな抵抗ラインが、これ4000ですね。S&P500 と一緒。ユーロストック。ここで止められて落ちていってしまいましたね。はい。やっぱ見てるところ結構みんな似てますね。あと、ここの売買高が、小さい。だから売られやすいっていうのもわかるかなと思います。ここがね、売買高がもっとあれば、買いの勢力も来るんでしょうけど、ちょっと弱かったので、売られていきましたね。決済されていきましたね。はい。それではですね、S&P500 の今週1週間の、ヒートマップを見ます。どうですか？俺もう顔が赤いかな？今週はね、目でしたね。SP500。もう全部赤いです。特に Google が 7.58、メタが 6.15、テスラがマイナス 8.11。エネルギー系はしょうがないかなと思うんですけどね。エクソンモービルやシェーブロンとかは 5% ちょっと落ちてます。
シメディ、ドロさんの顔が赤い W。出た。ナイジェル・マンセルですか。そういえば俺髭、あれっすね。ちょっと剃ってないからもうちょっと剃ろうかなと思うんですよ。なんか、卓球の方で、なんか、聖徳太子みたいとかって言われた時、ちょっと笑っちゃいましたけど、なんだそれと思いましたけど、こう、髭がね、もうちょっとこう、髭ちゃんとしたいな。髭ちょっと、1週間ぐらい剃ってないのでね、少しもうちょっと揃えようかなと。あ、そうそう。また、話それますけど、卓球ってあれですよね。髭生やしても全然やれるスポーツって、髭を生やしてもいいスポーツって最近多いなと思いました。昔だったら多分、そんなにスポーツする人って髭剃ったりしてる気がしたんですけど、今って結構髭生やしてスポーツやっても全然大丈夫ですね。うん。なんか、ふとちょっと髭について思いました。ただちょっと今伸ばしすぎだなと思いますので、少しこれ揃えていこうかなと思います。銀行がですね、バンクオフアメリカ、銀行がすごい落としてますね、今。はい。10% 落として、これ決算、あれ銀行はもう決算終わってるはずだな。決算じゃないな、これ。また別の問題だと思いますけど。はい。銀行系が今週悪かったですね。それから、世界の1週間見てみましょう。世界の1週間は、パッと気がつくのは中国がほんと最近なんか中国とそれ以外みたいになってません？なんか、まあ、ブラジルもちょっと、変わった動きはしてますけど、中国が特に他の国と別の動きをしますよね。はい。先週中国がめちゃくちゃでした。はい。で、今週ちょっとまた登っていきましたって感じですね。はい。あとは、カナダも悪いですか？まあアメリカと近いのでね。はい。ブラジルも悪いです。ヨーロッパはね、そこまで悪くはないかなって感じ。ちょっと落ちてるんですけど、どちらかというとさっき売買高見たと思うんですけど、あんまりこう、トレードしてる人が多くない。うん。売ったり買ったりするのが激しくない気がしますね。だから、上がってるものと下がってるものが出てるっていう感じ。人気薄な感じですね。ヨーロッパは。インドがちょっと大きくは下げてるものがありますね。はい。この会社ちょっとインドの個別の会社知らないのでね、どうなのかなと思うんですけど。はい。という感じですね。はい。日本も薄く上がったり下がったり、日本もあんま変わってなかったですね、日経も。はい。そんな感じでした。それではですね、個別株の方参りたいと思います。特集あんまりできんじゃんね。前回これですね。木曜日がこのコカ・コーラの冷やしを見ました。はい。コカ・コーラ昨日ちょっと下げたんですね、また。ちょっと今週このステージサポラインからちょっとなかなか登っていけずに落ち気味だっていう話をちょっとしましたけど。まあでも今でもこれ結構高い位置にあります。それでは次、ペプシですね。同じ飲料水のところになります。あれ？俺サポートライン引いた気がするんだけど。ないぞペプシが。すみません。今から引きますね。すぐ。レジサポラインですけど、これ冷やしで見ると、そうですね。ここですね。長期では。この、チャートですけども、だいたい1年間のチャートと見てください。年初から見ると、ここら辺がもう1月、2月、3月、4月、5月、7月、6月、7月、8月、9月、こういう感じ。なので、もうここが年初。まあ、今回の冷やしは1年分の動きだっていう風に見ていただければいいと思います。今年1年のチャートだっていう感じです。はい。ペプシは、ここをサポートラインとするとですね、上昇トレンドに入りましたね、これは。はい。入りました。売買高ちょっと少ないですけど、上昇トレンドに入りました。コカ・コーラよりもしかすると、このペプシの方が上昇トレンドになってると思います。下がってきても177までサポートされますのでね、十分だと思います。じゃあ次行きますね。あれ
俺入れてったのに消えてるのかな？ちょっと待ってください。ウォルマートは？あ、ごめんなさい。わかった。こっちのチャートじゃないわ。すいません。ちょっと戻しますね。こっちだ。いつもライブを出してる方だ。気がつきました。あ、そうですね。これ作ってある。ペプシで作ってありましたね。やっぱ同じでしたね。はい。即興で出しても自分、前もって作っても同じ位置にやっぱりレジサポラインが入りますので、だいぶ慣れてますね。P&G ですね。はい。パッと見てわかるように、このサポートライン見ていただくと上昇トレンドになってるか、高トレンドになってるかを判断する材料としていいかと思います。P&G はもう上昇トレンドに入りました。はい。だから、アメリカの株でもいくつか、このダウの銘柄、これもダウ銘柄なんですけど、P&G も、上昇トレンドになってるものもあります。売買高は12月からちょっと弱いですけどね。次。ウォルマートです。実はウォルマートも最近売られているんですけども、まだ上昇トレンドの中にいます。はい。上昇トレンドの中にいます。だいぶ6月、7月、8月、9月、10月と悪かったですけど、11月で一気に上って、今、トレンド転換してます。ウォルマートもいいかと思います。次。洋服のギャップです。これがですね、チャート見て思ったんですけど、アップイズハンドルになってます。っていうか、この洋服のギャップはもう2年くらいずーっと悪くってですね、すっごい落としてるんですよ。だから本当に長期で見たときに、これ本当にカップイズハンドルかと。ね。こういう感じです。上見えないじゃないですか。これ。だから、僕的にはこの洋服のギャップはもう洋服の業界ってなかなか長期にわたってどうなのかなって。まあちょうどこの冬になって、洋服を買ってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですが、業界的にね、これから伸びていくかなっていうのはちょっとね、僕は、まあ、というか、上昇トレンドになったって言っても、ちょっと、業種的に買っていいのかなっていう感じはしてます。はい。次、いきます。赤米テクノロジーです。ハイテク業者ですね。こちらの方は揉み合ってますので、今、上昇トレンドと、ちょうどこの揉み合いの中にいる感じです。だから、この半年ぐらいずっとこのサポートラインを行ったり来たり行ったり来たりしています。次、IBM です。どうでしょうか。IBM も、実は上昇トレンドになってる気がするんですけど、気になるのは12月から売買高が少ない以上に、このあたりから止まっちゃってます。なので、ここで買えって言っても、ちょっと厳しいのかなっていう感じはします。はい。トレンドは上昇ですけども、ちょっと、天井圏っていう感じで、ここから一回戻ってくるのかなって感じはしますね。はい。11月すごい IBM は良かったですね。次。オラクルですね。はい。オラクルも、10月の中旬ぐらいからズズズズズズーっと登ってきました。すごい勢いでした。はい。まあ、こんなそこで買えることはまずないと思うんですけど、それでもボトムしていたもので上昇トレンドに持ってきましたね。はい。オラクルはもしかしたらこれ下がってきているので、このサポートライン75っていうところをちょうど跳ねていくような感じだと上昇トレンド継続になりますので、オラクルは面白いかなと思います。次、インテルです。インテルはね、半導体銘柄としても珍しい動きをしてます。やっぱり NVIDIA とか他の半導体業者に比べて、まあ古いかわからないんですけど、なかなか業績が上がってこない。下落トレンド中ですね。半導体銘柄みんな先ほど木曜日見たんですけど、上昇していってるんですよ。11月にすごい。金融緩和じゃないですけど、
インフレの高止まりがあるかもなってことで半導体銘柄を買ってる人たちが増えてるのに、インテルは厳しい。はい。こんだけ下にいます。アメリカンエクスプレス、金融系に入ってきました。金融系は今揉み合ってる状態であります。アメリカンエクスプレスはレジサプライの上に行ったり下に行ったりしているところです。ゴールドマンサックスです。ゴールドマンサックスも11月でガガガーッと上がりすぎてしまって今戻ってきているところです。実は僕ゴールドマンサックス持ってます。はい。まだ、どこで買ったんだろう。多分、300、今ね、360か。僕はね、300そこそこで買ってると思います。このあたりで買ってるかな。なので、まだ330を切らないと売らないです。はい。まだ、ここのサポートラインを切りそうだったら、売ります。はい。なんで、まだここで、移動平均線か何かで止まって伸びるんだったら、伸ばしていきます。はい。またどっかで今日、そうですけど、GMO クリック証券のトレードのものもお見せしていきたいなと。ベトナムが結構今またいい感じに、含み益も出てますのでね。まあ、当分売る気はないんですけども。はい。その次。モルガンスタンレーですね。これも、揉み合ってます。ずーっと揉み合ってます。売買高も少ないです、今。なんか、年末って、そんなに売買高が、いつも12月っていい状態なんですけど、少ないですね。毎年なんか12月は上がりやすいっていうのに、これから年末にかけてどうなんでしょうね。うん。とにかくずっと揉み合ってる状態です。アフラック。保険の会社です。さあ、これすごいですね。10月ぐらいからズズズーっと上がってっちゃってます。何があったんでしょう、この保険会社は。すごいですね。はい。もう過去最高値かな？アフラックは。どうしたんでしょうね。これもうマジでノーマークでした。保険会社ってもうどうなのかなと思ったんですけど、もう持ってたらこれすごいです。サポートライン62なので、もう全然上の方行っちゃってます。もうとても買える状態ではない。まあ、62まで下がってこればね、どうかなっていう感じです。それからビザ。ビザも上がったり下がったりしてて、この1年間は、もう、ちょっと動きが激しいです、これ。動きが激しい。という状態ですね。ジョンソン&ジョンソン。安定してます。まあ、この銘柄は、ヘルスケアは、そう、安定してないと困りますよね。コカ・コーラとかみんなそうですけど、ジョンソン&ジョンソンも一回激しかった時期もあったんですけど、ワクチンの関係で。でも今は全然、安定していて、またじりじり来てますね。175っていうところですね。上昇トレンドの中にはいます。だからもうそろそろ、こういう安定した会社を持ってもいいのかなっていう気はしますけどね。はい。ジョンソン&ジョンソンは持ってていい気はしますね。はい。まあでも、できれば、この170っていうところまで下がってきたところで、ちょっと上がり上司だったらね、上昇トレンド継続になりますので、そこで買ってもいいかななんて思います。はい。じゃあ、今日はもうこれぐらいにさせてもらいたい、チャートの分析ね、これぐらいにさせてもらいたいなと思います。あとね、もうちょっとあったんですけど、もう一回、来週の木曜日に、説明をしていきたいなと思います。あと、20社ぐらいありますけどね。はい。じゃあ、今日最後に特集になりますけども、こちらの方、行きたいと思います。ちょっと今日喋り続けてて、なんか、疲れました。皆さんも疲れますよね、こう見てて、喋って。大丈夫ですかね？はい。はい。すいません。投資の教科書ということになります。で、まず、これを選んだ一番の理由が、作っている会社です。作ってる会社がですね、学研が作ってるんですよ。なので、今までのこういう投資の教科書っていうのは当たり前ですけど、
本として、存在、教科書ですから、本としてあった。だから、例えば、投資の詳しい方とかが、教科書的な感じで書いたりとか、ね、している教科書が多かったですけど、これは、僕らも、学研って知ってると思うんですけど、教育の教材会社さんありますよね。そこが作っているので、まず、これは、本当の意味で教科書的な形で使えるんじゃないかなと思って、で、本屋さんに行って中身を見たときに、なるほど。こういうことか。ということで、で、なるほど、こういうことかっていうのはどういうことかっていうのをちょっと話しますけども。中身をちょっと紹介します。ごめんなさいね。シメディ、まだかな。そうです。学研のおばちゃんまだかな。その通りです。教材のおばちゃんです。わかっちゃう。僕らはわかってしまうという。そうですね。あれどこ行ったんだっけ？そういう、わかんなくなっちゃった。これです。はい。有料テストっていうのが各セクションごとにテストが入ってるんですよ。この教科書の中にアウトプットするテストが入っているのはなかなかありませんでした。これちょっと読むとですね、次の文で正しければ丸、誤りなら×と答えてください。で、右に回答があるんですね。懐かしいですね。そこで食いつきましたね。はい。ね。で、この、右に回答があって、これ書いてある。右ページの回答を隠して解いてみてください。っていうことで、問題が丸×式で問題があって、で、右に回答があります。で、ちょっと思ったのがですね、今回、この教科書なんですけど、これから、僕も含めて皆さんと、この修了テストっていうのをやってみてね。いいですか？大変丸か×から答えるんですよ。読み上げますのでね。これ今日やらないです。これ各セクションごとにあるので。この修了テストの、ちょっと成績がですね、悪そうだったら、その内容について解説を入れてこうかな。だから最初にこのジャンルのテストをしてから解説するっていうのはどうかなと思いまして。はい。本当に先生みたいですよね、これ。で、これ僕もやっぱりちゃんとやらないと、本当に何が投資のことで分かってるのか、もう我流でどんどん勉強してってるから、当然好きなことを勉強してるわけだから、偏ってると思うんですよね。うん。絶対偏ってると思います。だから、僕ももしかしたらあるジャンルに関しては全然分かってなかったりすると思ったので、僕もこれ丸×を一緒につけて、一緒に回答を見て、で、これちょっと見たときに、これは、覚え直しした方がいいなっていう単元は、覚え直しをしていこうかなっていう、そういうやり方をちょっとしていきたいなと思います。テストから先にして、で、後から解説をするという感じですね。はい。でですね、まず最初に、この本の、はじめにっていうところちょっと読んでいきたいと思います。はい。これ読めるかな？読めますよね、ここで。はい。はじめに、投資を始めたいと思ったときに、最初の壁となるのは用語の難しさです。私は20代の時に株式投資をしようと思い立ち、当時勤めていた会社の近くにあった証券会社の口座を開きました。そして、いよいよ投資をしようと、窓口担当に電話をかけたところ、いきなり、指し値ですか？成り行きですか？と聞かれたのです。面食らった私はそのまま電話を切ってしまいました。今ではネットで簡単に投資ができる時代ですが、それでも
画面には見慣れない言葉が溢れています。せっかくやる気になったのに、そこで気持ちが萎えてしまう人も多いでしょう。そこで本書は投資をする上で絶対知っておくべき用語を一つずつ図解を交えて解説していきます。はい。投資を始める準備でわからない用語と出会った時に、その意味を調べる辞書としても使っていいでしょう。その際は、ぜひ前後のページも目を通すようにしてください。関連した用語の解説が載っていますので、より理解が深まると思います。また、一章から順番に読むのもおすすめします。ページを追うごとに少しずつ専門性が高まっていく構成になっていますので、初心者にもわかりやすく、読み終えた時には上級者並みの知識を蓄えていることになるはずです。本書が皆さんの豊かなライフマネーを後押しすることになればと幸いですというふうになっています。経済ジャーナリストさんが作ってるわけなんですけどね。さて、ここで最後なんですけども、目次を見ていきましょう。これテストですね。これですね。で、僕がさっき言ったように、まずこの第1章のテストからやります。で、第1章のテストとして何かっていうと、お金はどうすれば貯まるか。マネープラン。第1章ね。それから人生の3大資金。ライフイベントの費用。お金の3分法。普通預金口座。家計管理。こちらの内容についてテストをするので、第1章は、うまくいけば全然クリアできるのかなって思ってます。わかんないですよ。最初第1章、ここからですね。はい。で、もしテストが悪かったら、ここの中のいくつかを説明するっていう状態にしたいなと思います。はい。それは、その日にやるかはちょっと時間的にわかんないです。テストやった次の時にここを復習するかもしれませんね。次、第2章。テストの内容ですね。金融商品の3大要素。それからペイオフについて。それから財形貯蓄。それから定期預金。ネット定期。から個人向け国債。それから外貨貯金。為替リスク。外貨建て MFF。いや、俺もうここちょっと苦手なものがちらほらと。これも第2章でちょっとテストやばいかも。はい。ちょっと、あれと思うものが出てきてますね。はい。次。第3章。お金を増やす投資商品ということでテスト内容が、家計金融資産の割合。それから次が資産運用のリスク。次、4つのリスク。リスク許容度。それから投資の意義。それから株式投資の仕組み。債券投資の仕組み。少額投資。それから証券会社。証券口座というラインナップになってます。ここはもしかしたら割といいかもしれないですね。それ、投資を実際してる人は知ってるかもしれないですね。次、第4章。初心者は投資信託から挑戦。ここちょっとテスト内容っぽいですね。投資信託の仕組み。それから基準価格。から投資信託の手数料。から積立投資。ドルコスト平均法。長期投資。分散投資。運用スタイル。株価指数。投資対象。全世界株式型投資信託。先進国株式投資信託。バランス型投資信託。運用レポート。ETF。ポイント運用。で、テストですね。第4章も比較的トレードしていたり、もう投資してる人だったら知ってる用語が多い気はしますね。はい。知らない人はこれやっぱり、知らないか、これ。そうですよね。そっか、と思いました。第5章。積立 NISA とiDeCoから始めよう。源泉分離課税。確かにこうやって言われるとむずいですね。少額投資非課税制度 NISA。
積立 NISA、積立 NISA の、対象商品、NISA 制度の改正、ジュニア NISA、私的年金、個人型確定拠出年金、iDeCo、から、拠出限度額、iDeCoの3つの税制優遇、iDeCoの節税効果、老齢給付金。まあ、ここは知ってる方は得意かもしれないですね。逆にこれ古い制度かもしれないので、新しい NISA のことは書いてないかも。この本がいつできたかわからないですけど、前の、今の制度、内容かもしれないですね。第6章。株式取引。これ応援したい株に投資しましょうってことね。成りきて指し値。キャピタルゲイン。インカムゲイン。株主優待。投資指標。株価チャート。企業分析。IPO。米国株投資。GAFA。米国配当株。高配当株。ここも、もう、やっぱり投資を実際してる人だともう、ここら辺は知ってますよね。なんて言っていいはい。最後、第7章。お金を増やす投資商品。番外編ということで。リート。それから FX。金投資。変額保険。うち知らんな。はい。不動産投資。先物取引。暗号資産。というラインナップでテストがあります。これトレードしている人とか、投資している人としてない人だと、全然あれですね。僕的にはちょっとパッと見た感じ、後半の方がよく知ってて、前半の方が知らないかもしれないとか思いました。はい。パッと聞いた時に皆様、聞いたことあるし、これこういう意味なんだろうなと思うこともあると思いますけどね。でもこの投資の教科書、もう一回この用語を確認するだけでも、どういう意味なのかっていうのもいいかなと思います。なので、ちょっと先生っぽくなっていけませんけども、テストからね、始めさせていただきたいと思います。第1章からね、始めていきたいと思いますんでね。次回からやれるかな。はい。新しい試みとしてね、楽しみにしてもらいたいと思います。はい。ということで、今日、これぐらいのプログラム、すごいちょっと、駆け足でいろいろ喋りましたけど。がわからないです。そうですよね。僕も最初の方がわかりにくいですね。トレードの方がなんとなく聞いててわかるなって感じはしましたね。はい。はい。なかなかこういうテストすることってね、お金の勉強でないので、そういうチャンネルもないと思うので、みんな楽しみにね、楽しくね、していきたいと思う。だってこれ別に恥ずかしいことも何でもないし、みんなでね、勉強していければと思うし、私も、これから新しいことも含めて学んでいきたいなと思うしね、確認もしていきたいと思っております。はい。木曜日ですけども、残りの米国のチャート、個別株の方も、残り20個やりつつ、この新しいね、企画もちょっと、やっていきたいなと思います。どういうふうにサムネイル作るか、ちょっと今考えてますけども。はい。はい。清水さんとお花さん、本当ありがとうございます。今日はなかなかね、週末皆さん、僕も最近ちょっと YouTube 長くなってきて、眠いこともあるかもしれないんですけどね。本当にお付き合いいただいて感謝します。じゃあ、また木曜日23時ということで、僕も頑張っていきたいと思います。一緒に学んでいきましょう。それでは、また、ありがとうございました。失礼いたします。シメディ、お疲れ様でした。お花、お疲れ様でした。ありがとうございます。